デジタルラボ始まるよ。デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今回は写真模写になります。水路なんですけど、水路に水がない状態の水路、人工物と自然物みたいな構成の割合になるかなと。結構出来上がりはまあよく描けたんじゃないかなと思います。時間もそこまでね、思ったよりかからなかったっていうのが今回の自分の中での収穫になります。夜8時半から始めて12時半に終わったっていう感じですね。賞味3時間10何分だったと思います。ビデオの長さはね。その間休憩したり、コーヒー入れたり、あとはツイッター見たり、ちょっと小休止を挟みながらその時間に書き上がりました。コメント欄に質問が来てて、トレス線、青いトレス線を僕書いてるんですけど、これってどうやって書かれてますかっていう質問があったんですけど、写真を下敷きに引いて主線だけトレス、その自分が必要な線だけを書き起こして作画インするあたりにしています。でこれなんでこれにしたかっていうと、アニメ本編作業とすごく似てるんですよね。僕らレイアウトっていうものが来て、それをあたりに色をつけていく作業、調整整えたり、サイズ感整えたり、設定に合わせたりとか、いろいろ細かい調整をしながら書き上げていくんですけど、ゼロからだと割とこう完成した時にバランス悪くなっちゃったりとかね、いろんな問題が発生するんで、アニメの本編作業に一番近い形でこのデジタル描画を皆さんにお見せするっていうコンセプトで、今こういう写真をあたりにしてレイアウトを撮った段階からスタートするっていうのをやっています。一番初めの頃は本当にフリーで何もないところから適当に、地面に草、初期の頃の動画とかそうなんですけど、地面に草を生やして石並べてみたいな動画とか、あとジブリ模写でもこちらの動画を見ていただくとわかると思うんですけど、これも当たりなしで作業しています。なので線がない状態から本当に模写って感じですね。これを続けてたんですけど、よく考えたら本編のアニメ作業とちょっとずれてるなと思ったんで、こういうやり方に今落ち着いています。個人的には楽なんでね、こっちの方が塗るだけで済むんで、あんまりこう色を合わせていくとか、あと写真がどういう風に絵っぽくなっていくかっていう方が重要かなと思ったんで、そういう風に書かせていただいてます。デジタルではあまり見ない処理として、この塗り込みの光、入射光みたいなのってほとんどデジタルで作画されていることってほとんどないと思うんですけど、今回こういう手書き風デジタルの一番いいところでもある塗り込みの光とか塗り込みの影みたいなのは、やっぱりよくある一般的に言うデジタルの作画ではあんまり見れないところかなと。上から調整レイヤーでどうにかなるっていう考え方がやっぱり根強くあるんで、でもそれだとうまく表現できないアナログ風の描き方がこの入射光だったりするのかなと。あと影ね、落ち影だったりするんですけど、塗り込みの落ち影、皆さんやったことない方はぜひやってみてほしいな。結構楽しいんですよ。いろんな色、自分で色をコントロールできるんで、どうしてもそのスクリーンだったりオーバーレイ、覆い焼きとかそういうレイヤースタイルで塗られた光ってどうしても透明感が出すぎちゃうんですよね。でそうではないこうマットな仕上がりの光だったり影っていうのが、やっぱりこう見る人の何ですかね、絵独特の整理された感じが強く出るので、個人的にはこっちの処理の方が好きです。で別にデジタル上のああいう影とか否定してるわけではないんですけど、好き嫌いで言うとこっちの方が好き。ただ本編作業でいろいろ不都合が出てくるっていうのもよくわかるんで、調整しづらいとかね、書き込まれてるだけにその影をずらすだったり、ある一定の覚悟が必要になってくる書き方ではあるんですけど、ぜひそのしがらみがなければやってみることをお勧めしたいなと。うまくいかないと思いきや割といい感じになるんじゃないかなと個人的には思ってますんで。通常影の話なんですけど、僕これチューリップ時代の先輩に言われた一言がずっと残ってたんですよ。でその当時の先輩、本当多分入って1年ちょっとしたぐらいの多分先輩なんですけど、その先輩が通常で影描いてるみたいな話をしてて、定山じゃなくてみたいな衝撃があったんですよ。でなんでわざわざ通常でやるんだろうって
て結構ねずっと引っかかってはいたんですよ。でようやくそれが回収できたのが17年ぐらい経ってからなんじゃないかな。多分だから必要な言葉って必ず残ってると思いますんで、その自分の中に。この事案で言えば僕の場合はかなり後から回収できた引っかかったもので、今皆さんいろいろなところに疑問抱いてたりとか、こうしたらもっと良くなるんじゃないかっていうのがどっかにあると思うんですけど、それは割とそのまますくすく育ててもらって、自分で持ち歩いて、ね、その言葉をでいつか必ず多分回収できる時来ると思いますんで、それ自体も今僕が思ってること自体もこれからまた変わる可能性も全然あるので、油断せずに言葉を持ち歩くのは非常におすすめです。最適解が出てくると思いますんで、その時に応じたね、環境っていろいろ変わるじゃないですか。なので絶対これが正しいとかって信じちゃいけないなと思ってるんで、今はこういう状態ですっていうのが僕の考えとしては正しいんじゃないかなと思ってますんで、どこかでこう変化する伸びしろっていうのか、心に余白を残していくっていうのはすごく大事なんじゃないかなと。ずっと僕上手くなりたいってずっと思ってるんで、いろんなの試しながらもっといいのないのかなとかってなんかどっかでこう欲がね湧いているんですよ、いつも常に。なので満足もしてますけど、これで終わりじゃないだろうっていうのはどっかにずっとありますんで、皆さんもそういうクリエイターだとは思いますんで、このチャンネルでこれからもどんどん自分磨き進めていきましょう。でくっちゃべってる間にだいぶ絵完成してきましたね。レイヤー自体は割とシンプルに 5か6ぐらいで最終的には収まってると思います。でこの分割方法も分かりやすく自分の中で書きやすいとかね、グループ分けしやすいところで割るのがおすすめです。手前だからって必ず手前になきゃいけないってことでもないんで、ちょっとレイヤー構成複雑になりそうだなと思ったら、今書いている端が一番レイヤー上に来てるんですけど、うまく切っちゃえば全然わざわざレイヤーで挟み込まなくてもうまくレイヤーシンプルに完結できると思いますんで、この塗り込みの光の当たってる部分もやっぱり楽しい部分ではありますよね。アナログ風デジタルの楽しい部分です。細かくライティングしたりとかね、色味ちょっと変えてみるとか自由自在にできますんで、ここの緑にちょっと色だけ入れてみたとかね、なんかいろんな遊びが工夫があればあるほど書き手で楽しくなってくるので、それはもうやりがいのある処理ですよね。木漏れ日って意外とっていうか難しいんですけど、やらないとうまくならないんで、僕もあんまりこう今までは定山で影を落としてたみたいなやり方をやってたので、なかなかねこうしっくりきてるかって言われたらちょっと難しいとこだと思いますけど、ある程度のものの形にはなってるかなと思いますので、こう写真模写ばっかりやってると絵にならずに写真になってしまうという問題点があるかとは思うんですけど、色選びだったり描きすぎないことが、できればそこまで写真によることはないんじゃないかな。形はしっかり写真をトレースしてるんで整うから、そこはあんまり心配しなくてもいいんですけど、その描きすぎないとか省略できるとかはちょっと省略するっていう意識があれば、あと渋い色にやっぱりどうしても写真をそのまま見ながらやると影響を受けますんで、ちょっと色気のある色を選択できるようになれば一番いいのかな。あとこういう円柱のところに照り返しの色を入れるとかね、絵でよくやるような要素を少しずつ盛り込んであげると、なんかちょっと写真じゃないなっていうのが出てくるかなと思いますんで、一番はリラックスして適当に描くのが一番いいんじゃないかな。それでなくても説得力出ますんで、写真見ても解像度的にも粗いとか、あとどうなってるのかよくわからない場所ってあるんですよ。これで言うと地面の草っていうか枯れ葉がいっぱい折り重なった土の部分だったりとか、ツンツン出てる草のところはもう本当に印象値だけで仕上げています。で一応要素は入れてますけど、厳密にこうなって草がこうなってこうなってってやってるとすごく大変だし疲れちゃうし、おそらく自己満足の領域に入ってくるかなと。本当に写真通りやったんだっていう自己満足と、あとずれてしまうのが写真っぽくしたくないと書いてたのが本当に写真になっちゃう一つの書き込みすぎたゆえの代償かなと思いますんで、意味ないって言ったら意味なくはないんだけど、あんまり効果が
薄いということで、若い時はあったんですけどね、写実的にそのまま描いた方がいいんじゃないか、その方がいい作品になるんじゃないかっていう信念のもとを目指してやってる時期もありましたけど、今はそうじゃない考え方になってきているんで、それはいろいろ経験して学んできた結果かなと思いますんで、どうしてもやりたい、僕は写真通りやりたいっていう人はぜひやってトライしてみてください。人に言われて素直にできる物事とそうでない物事ってあるじゃないですか。で、やっぱりやってみないとわからないし、体験しに来てるって言ったらあれですけど、体験して初めて腑に落とすことができるっていう、もうブレなくなる自分、ブレない自分がそこに完成するんですけど、もう本当にやらないとわかんない。やらなくてもわかるっていうのは、まあどっかで似たようなことを経験してきたんだろうなっていうことだと思うんですけどね。やればわかるし、やらないでわかる人はまあそれはあんまり必要じゃないっていうことだとは僕は思ってるんで、よく軸がブレちゃう人とかいるんですけど、それやっぱ経験したかしてないかが大きいかなと思います。人に言われて、ああその場でそうなんだって流されてそういう行動をとってる人って、やっぱり同じような似たような案件でもね、別の意見が飛んできた時にやらないでふわーって流されちゃう人って、また同じような感じで、ああそうなんだでやらずにこうやった気になるっていうのが一番危険かなと思う。一見見た目はいいんですけどね、パッと見の印象も素直でいいなって思うんですけど、でもやっぱりまた同じようなミスを犯してしまう可能性はそこに秘めているんで、まあ一長一短ではありますけど、やって失敗した人とやらずになんとなく過ごしてきた人はやっぱりその芯が違うっていう感じはしますよね。今喋りながら思ったんですけど、やっぱ教育って難しいなって。失敗させるのってあらかじめ分かってたらなかなか教育する立場からするとおすすめできないじゃないですか。でもやっぱりその失敗っていうのが僕の中ではやっぱり大きな財産になってる部分も大いにあるので、自分のねそばにいる人たちはその失敗ができない環境にいるというか、そう考えると勝手にやらせた方がいいのかなとかね、あまりこう口出ししすぎず彼らが思ったようにやらせるっていうのはやっぱり教育的にもやっぱりいいんだろうなと。細かいことを言い過ぎず、ある程度自由にやらせる中で、まあ、学んでいってもらうっていうスタンスがやっぱいいんだろうなと、今ちょっと喋りながら思ってました。やりすぎちゃう、言いすぎちゃうとかね、そうすると意外と相手の成長意欲を刈り取ってる可能性も出てきちゃうんで、難しいですね、教育って。まあ別に偉そうに言うことでもないんですけど、教えてやってるっていう感じでもないし、まあ同じ志がある仲間として僕は見てるんで、アドバイス求められたらアドバイスするっていう感じの方がいいんですかね。ちょっと迷ってます。でも多分本当はそうなんだろうな。はい。今回ちょっといろいろ喋りながら思うことたくさん出てきて、行ったり来たりしちゃいましたけど、まあまとめると適当にリラックスして書きましょうっていう感じですかね。で、思ったようにやってみて、失敗も成功もいい経験だというところですかね。めちゃくちゃふわふわしてますけどね。自分がいいなって思うことはきっと誰かにぶっ刺さるはずなんで、自分視点でこれ素晴らしいよね、これいいよねっていうのをずっと続けてたので、まあ皆さん一クリエイターとしてきっと執着してる部分あると思いますんで、それは信念に練り固めて、いろんな行動をしないとその信念までね練り固めることできないと思うんで、偽物は多分途中で崩れてなくなってっちゃうと思いますんで、何か一つ見つけれるといいっすよね。今日は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。